はい、井上ゼミです。今回はですね、スピノザのエチカの第4回目ということで、今回はですね、自由という概念についてのお話をしてみたいと思います。で、この自由はですね、内容が非常に濃いので、前編と後編の2回にわたってお話ししたいと思います。はい、ということで早速いきますけれども、スピノザの言うね、自由とは一体どういうものなのかということなんですけれども、これね、エチカというね、このスピノザの本のエチカっていうものが最終的にね、目指す最終目標っていうのが人間の自由であるということなんですね。なのでこの自由の中身、スピノザの言う自由がどういうものなのかということを理解していくことは非常に重要だということなんですよね。でこれ早速見ていきたいと思いますけれども、スピノザの言う自由はですね、制約がない状態ではないということですね。僕らなんとなく自由っていう時に何かこう制約がない状態を自由っていうこと、いうふうにイメージすると思うんですけれども、そうじゃないということですね。そもそもですね、スピノザにしてみればですね、全く制約がないっていうことなんかありえないというようなお話をしてます。で、じゃあ自由って一体何なのかっていうとですね、こういうことです。与えられた条件の下で、その条件に従って自分の力をうまく発揮できること、それが自由の状態であるということをおっしゃってます。ね、ここがもうすでに面白いですね。なるほどって感じなんですけど、これ具体的に見ていきたいと思います。これね、制約がない状態ってことじゃないわけですね。ではなくて、与えられた条件や制約を超え出ることじゃないわけです。ですから、ね、そうじゃなくてその中でってことです。その条件に従ってうまく自分の力を発揮すること、ね、それが自由だって言ってるわけですね。でこのね、自由の考え方をさらに理解するための、まずねポイントを2つ見ていきたいと思います。で1つ目なんですけれども、このね必然性に従うことが自由であるということなんですね。でどういうことかというと、自らの必然性、これ身体や精神の条件によって存在したり行為したりする時こそ、その人は自由であるということをおっしゃってます。なのでこれ例えばの例で魚の例挙げてたんですけど、これね、魚って水の中でその泳いで生きるっていう制約があるわけですよね。水の中で泳いで生きるっていう条件があります。制約があります。でなのでその中でどういうふうに泳ぐかっていう自由っていうのがそこに出てくるわけなんですね。なので魚をですね、陸に上げてしまうと死んでしまうわけですね。つまりその魚の生きていく条件から外に越え出たところに置いてしまうと、つまり陸に上げてしまうと魚は死んでしまいますよっていう、そういうお話をしているわけです。ね、これ非常に分かりやすいですよね。で、ここでね1個ポイントなんですけれども、この必然性っていうのをね、実験しながらこの必然性を学んでいくってことなんですね。なのでこれあらかじめ必然性知らないってことなんですよ。つまり本人もあらかじめ分かってないんです。自分の必然性がどういうものなのかっていうことなんですね。でこれ例えばでこれも分かりやすくて赤ちゃんの例出してたんですけど、赤ちゃんってこの自分の身体体がね、どのような必然性に貫かれているかっていうことをあらかじめ知らないわけですよね。赤ちゃんはいろいろ試行錯誤していく中で、自分の体こういうふうに動くんだっていうことを少しずつ知っていく。なのでこの動作を試していくね、実験を重ねていくことで、その中で自らの身体の必然性を知って、少しずつ人は自由になっていくというようなお話をしてます。ね、ここね非常にポイントですよね。だからあらかじめ分かっているわけじゃないということが一つポイントですよね。そうなので私たちはですね、身体とか精神にできることの全てを正確にね理解しているわけではないよってお話をしてます。これ非常にね自由を考えるときに大事なポイントだと思います。で、もう一つねポイント2つ目なんですけども、これ何かっていうと、自由の反対は強制であるということなんですね。自由の反対は強制。この強制ってどういうことかっていうと、その人に与えられた心身の条件が無視されて何かを押し付けられている状態、その人の与えられているね心身、つまり精神とか身体の条件が完全に無視されて何かを一方的に押し付けられている状態、それが強制なんですね。で、そこに至ってですね、本質がですね踏みにじられている状態であると、この強制っていう状態がね、そういうお話をしてます。つまり外部の原因によってですね、その人の本質が圧倒されてしまっている状態、これを強制と呼んでます。でここでねすごく面白い例を挙げてたんですけれども、
例えばこういうことです。かつて虐待を受けた青年の復讐心ね、そのために軍隊に入るっていう話なんですけど、例えばねこれねかつてね、幼少期に親にですねものすごい虐待を受けたというような復讐心がめちゃくちゃこうあって、でそのね復讐心から自分は軍隊に入るんだというふうにして、いる人ですね。でこの人ってこの虐待っていう外部のね圧倒的な原因に自身のですねほぼ全てを支配されてるわけですよね。そしてつまり彼の行動全体が復讐のためにあるわけですよ。ね、親に対する復讐心に全てを支配されてるってことですね。なのでこの状態って外部の原因によって自分の存在の仕方を決定されてしまっている状態っていうふうにスピノザは考えるわけです。ここめちゃくちゃ重要ですよね。めっちゃ面白いです。でこのねですから強制された状態っていうのとこの自由を比較すると、強制された状態っていうのは外部の原因に支配されてしまっているということですね。で一方自由っていうのは自分が原因になることなんですね。自分が原因になること。なのでこのことをスピノザは能動と呼んでます。能動と呼んでます。でここで見てきたように原因とかね能動っていうことが出てきたので、ここで一度スピノザがねどういうふうにこの原因能動を考えているかっていうことを次に見ていきたいと思います。でそれがですねスピノザの原因結果能動受動の捉え方、スピノザはどういうふうに原因と結果あるいは能動受動っていうものを捉えているのかということのお話をしたいと思います。はい、でまずはですね原因と結果なんですけれども、このね原因はですねこういうことです。原因は結果の中で自らの力を表現するものですよと、こういうことですね。でこれ具体的に言うと、これ前回お話ししたように神っていうのが実体、神すなわち自然なんで自然と言い換えてもいいんですけれども、これが実体でしたね。これが原因となって、で、あらゆる神の返上としての私たちのような個体万物ですね、全ての個体、これが結果なんですね。つまり神をその存在の原因としているわけです、私たち、個物個体はですね。と同時にですよ、つまり神の存在、神をその存在の原因としていると同時に、この神の力を表現している、もしくは説明しているというふうに言ってます。これねどういうことかというと、この個体のね私たちも含めて個体の一つ一つがそれぞれの仕方でね、神はこんなこともできるよとかですね、自然にはこんな力があるよっていうことを説明してくれてるというふうに考えるわけですね。もうこの考え方捉え方がね、スピノザの捉え方なんですけれども、これ、どういうことかというと、従ってですね神という原因というのは万物という結果において自らの力を表現しているというふうに言えるわけなんですよね。はい、これがスピノザの原因と結果の捉え方です。じゃあですね能動とかですね受動っていうのはスピノザはどういうふうに捉えているかっていうことなんですけれども、もうねここのねお話めちゃくちゃ面白いです。これね普通ね能動とか受動っていうのを、普通捉えるとどういう捉え方するかっていうと、これ行為の方向で捉えるわけですよ。つまり私がいてその外部に何かがあった時に、その外部に例えば、向かっていく行為であれば能動的な行為、つまり能動って捉えて、で、何かが私に向かってくるようなことがあったらそれが受動だというふうに僕らは普通捉えるとね。しかしスピノザそうじゃないんですよ。そういう捉え方してないんですよ。じゃあどういうふうにスピノザはこの能動受動を捉えてるかっていうと、このねその行為が誰のどのような力を表現しているかに注目するんですね。その行為が誰のどのような力を表現しているのか、そこに注目します。なので私の行為がですね自分の力を表現している時には能動なんですね。一方で私の行為が他人の力をより多く表現している時にそれは受動なんですね。だから行為の方向じゃないわけですよ。ここが大事で、ねこれをね分かりやすくするためにですねいくつか事例を挙げてまして、これも面白いんですけれども、例えばね、さっきの、虐待を受けたねこの青年がね復讐心からねこの軍隊に走った、青年の話なんですけれども、この場合ねどういうふうに考えるかというと、彼の親こそがね彼の活発な活動の原因になってるわけですよね。だって彼の行動は全てがですねこの彼自身ではなくて圧倒的な外部の親という原因によって支配されてますから。なので
彼の行為は彼の親の力を表現しているというふうに捉えます。なので彼の行為は全部受動なんですよ。ね、こっちは受動です。あるいはですね、カツアゲの事例もね出してました。つまりね、カツアゲされて、金出せっていうふうにね、言われたとしましょう。その時に、お金出すじゃないですか。ね、その時に私が自らお金を渡すんですよね。財布からお金出してお金を渡すわけ。カツアゲされた金出せって言われて、ね、その時にね、この行為の方向は私が自らお金を出して渡しているわけですから、普通の捉え方からしたらね、つまりこれは能動にされてしまうんですよ。だって自分からね、自分からの行為でしょって、お金を渡して自分からやってますよね、それ能動ですよねっていうことにされちゃうんですよ。でもスピノザの捉え方したらこれそうはならないんですね。つまりこれなんでかっていうと、圧倒的なのはこれ相手の力でしょ。金出せっていうカツアゲの圧倒的な力、それに支配されての行為なので、これは受動的なんです。このお金を渡してるっていう行為は受動的な行為だと、そういうふうなことなんですね。であるいはね、この事例も面白かったんですけど、聖書の中にね、良きサマリア人っていう、お話が出てくるんですね。これどういうことかってざっくり言うと、なんかこう強盗にあってね、こう身ぐるみ剥がされちゃって、こう道端に倒れてしまっているような旅人がいたんですね。でその旅人をそこに通り過ぎる人たちみんな無視し続けていたんですが、ね、何も関わりなく、みんな通り過ぎていくだけだった。その中に一人のサマリア人がですね、彼を見てですね、で彼を助けて、で宿屋まで連れて行って介抱して、で挙句ですね、そこで回復するまで、宿屋にね、置いてほしいというふうに宿の人に頼んで、お金まで渡したんですね。自分のお金も渡したというこの行為をどう見るか。この行為はこういうふうに捉えられます。つまり彼の行動は彼の力を表現しているわけです。彼の力って何かっていうと、人に共感したり義の心を感じることができる力ですね。これを表現しているんですね。なので彼の行動は能動なんですよ。ね、彼の行動は能動っていうふうに捉えることができます。なのでここ総じて言うとね、自由であるとはですね、能動的になることなんですね。自由であるっていうのは能動的になること。この意味でスピノザ的な捉え方の意味で能動的になることなんですね。つまり自らが原因であるような行為を作り出すこと、それが自由であるということ、そういうことをおっしゃってるわけですよ。ね、これね、もう本当に僕めちゃくちゃ面白いなと思ったんですけれども、これね、一つ、注意点があるんですけど、これね、純粋にね、私の力だけが表現されるような行為を私自身が作り出すことはできないっていうところなんですね。ここ一個ポイントなんですね。でなんでかというと、私は完全に能動的になることはできない。つまり、いつもね、幾ばくかのは受動なんですよ。なんでかというと、完全に能動なのは自らの外部を持たない神だけなんですね。神だけ、自然だけは完全に能動です。なのでその表現である私たちはその完全にはなれないですね。完全に能動的っていうわけではない。したがって私たちができることは受動的な部分を減らして能動的な部分を増やすことであると。つまりそれが自由になっていくことであるということなんですね。ここで非常にね、スピノザの考え方がよく示されているんですけども、どういうことかっていうと、スピノザはですね、いつも度合いで考えます。自由か自由じゃないかっていうふうに二択思考で考えません。いつも度合いで考えます。でなのでこのね、能動受動、いつも、その能動的なものを増やしていくっていうのは、これ自由にも当てはまって、つまり自由も同じなんですね。完全な自由はないわけです。完全な自由なんていうことはない。完全な自由は神だけです。ね、なので私たちはこの自由を少しずつ高めていくこと、これが大事ですよっていうことをおっしゃってるわけですね。なので、そもそもですね、私たちはそういうふうにして自由になってきたはずだということなんです。どういうことかっていうと、例えばね、体の使い方だって、生まれた時全くわからないわけですよね。で生まれてきて、で子供大人ってこう成長していくに従って、だんだん自分の体の使い方をこう覚えてくるわけですよね。それによって、だんだんその僕らは自由になってくる。でね、もう一つ、面白い、んですけど、言葉の使い方もそうなんですよね。だから言葉が、たくさんね、自分の中にボキャブラリーが増えることで、自由になっていくし、またそれだけではなくて、言葉の使い方ですよね。
一つの言葉にしてもどういうふうに使うのかっていう使い方も僕ら学んでいきますよね。知っていく。それによって私たちは少しずつ自由になってきてるっていうことなんですね。これ前回やった武田さんのね哲学のお話でもありましたよね。言葉がたまることっていうのがね大事なポイントの一つだっていう話が出てましたけど、まさにそういうことですよね。だからあれの言葉がたまるっていうのって単にボキャブラリー知識が増えるっていうことだけではなくて、その得た知識をどのように使っていくか、その得た言葉のねボキャブラリーをどうやって使っていくかっていう使い方がたまっていくっていうことでもあるんですよね。だからここ非常にポイントですね。で私たちはそういうふうにして自由になってきたんだと、そしていまだにまた自由になりつつあるんだということですね。この辺スピノザの非常に考え方がね現れているところだと思います。なのでですね、スピノザの哲学っていうのは実践的なんですよ。どういうことかというと、一人一人がですね少しずつ自由になっていくことをスピノザは求めているわけです。ね。でしかもですねこれ従ってですね誰もがですねいつでもすぐに始めることのできる倫理学なんですよ。スピノザの倫理学っていうのはね、実践的、いつでも、今からでもすぐにね始められる。でなんでかっていうと、私たち一人一人がですね自由を少しずつ高めていくことが、ここで求められているからなんですね。それが自由であるということ。これねやっぱり面白いですね。だから僕このねもう能動と受動のとこねめちゃくちゃもう面白くて、この捉え方もうねなんだろうな、すっごいわかるっていうね感覚とかもうとにかくねもうテンションがめちゃくちゃ上がりましたね。もうここの捉え方を読んだ時にもうねなんだろう、この捉え方自体がもう僕の活動能力をこう高めてくれるね、そういうふうな刺激になってるわけですよね。本当にねここは面白かったですよね。そうもうスピノザすごいなって思うし、スピノザのなんか難解な本をこれだけ分かりやすく説明してくれたもう国分さんにも本当にもう感謝ですよね。もう本当にこういうことを言ってたのか非常に分かりやすくて面白かったです。はい。ということでね、今回はですね自由、についてねスピノザの考える自由ってどういうものなのかということをねいくつかポイントを挙げてお話ししてみましたね。必然性に従うことが自由とかね、自由の反対強制であるっていった中で原因と結果あるいは能動と受動っていうのがスピノザがねどういうふうに捉えているのかというね、この捉え方がね今回理解できたんじゃないかなと思います。ということで次回はですねこの自由をさらに深掘りします。で、自由っていうのはですね私たちの意思とか意識とかっていうことと、自由がどういうふうに関連するのかっていうお話を、後編でしたいと思います。ということで、次回後編お楽しみにしてください。じゃあまたね。